で今回私たちはこの上下移動っていうのをどうやって豊かにしていったらいいのだろうっていうことをきっかけにまず、考え始めました。この建物は執務室の周りにちょっと広めの幅の階段室がこうぐるぐるっと取り巻いていて、階段室がもう全て東西南北にこう螺旋状にこう上がっていって、全てのこう方位に面している。でその高さとそれから方位とそれからそこにこう大小たくさん空いている開口によって、その階段室自体がちょっと休憩したりちょっとした打ち合わせだったり、執務以外の場所をちょっと豊かにしていくようなバッファー空間として考えました。施主の特徴である5階まで階段で行くというその思いを、汲み取りながら、それをちょっと建築的に環境的にどういうふうに落とし込めるかということを考えて設計をいたしました。で今回、各地でやってきたプロジェクトの中で竹と葦と石っていう3種類の素材とそれを使う技術者っていうことで、職人、手仕事の職人と工業化するような人と、あとデジタルを使っている3つの技術っていうものを組み合わせて作品を作ろうとしているっていう感じです。葦に関してはやっぱり材料がなかなか使われないっていうのがあるんで、それで環境がどんどん悪くなっていくっていうことで、もっと大量的に使っていこうっていうので、工業化っていうものと含めて葦を圧着して板状にしたものっていうもので何か作ろうっていうのと、石に関してはなかなか使いにくい異形の材料っていうのにデジタル技術を混ぜて、それで新しく石の使い方を見つけようっていうので、その3パターンの素材と人の技術っていうので、今回それを3つミックスさせて展示しようと思っています。今回の展示で建築における時間みたいな問題をどうやって扱えるかっていうのを考えていきたいなというのがまず考えていることです。建築の展示物でもあるし、映像の作品でもあって、同時に演劇の作品でもあるっていう状態を最終的には作りたいなと思っています。建築の姿になる前に人が集うっていう状況を作ったり、その全体を記録して発信したりとか、そういうことを総合的に行っていきたいなと思っていて、そういう意味では今回の展覧会もこの会場構成を一つのプロジェクトとして捉えて、本当にここに人が集まって何か会話をしたり、新しいインスピレーションが得られたりとか、そういう状況を作っていきたいっていうふうに思ってます。今回展示するのは、ふるさとの家っていうテーマの下で、そこで、どういう住まいがあるべきか、ただ住宅っていうものではなくって、いろんな環境だとかその土地だとかそういったものに対してどういう住まい方っていうのが、町全体で環境全体でできるかっていうことについて考えていきたいかなっていうふうに思っています。家と住まいを何が新しい建築形できればいいですね。基本的にはもう去年の建築に対する考え方は変わらないので、去年コンセプトを提示していろいろ話し尽くしたところはあるものの、まだ伝わりきってないなというところがあったので、実際できたものであったりまた新しいプロジェクトもありますけど、より精度を上げて、その非建築っていうコンセプトを提示していけたらいいかなと思っています。今沖縄県の南城市に計画している住宅について展示します。で今基本設計中で U35 の会期中はちょうど実施設計の期間なので、
何をこう一番伝えたい、そのスタディとして何を一番見せるかっていうことをすごい悩んでるんですが、その住宅のコンセプトである、大きな建築の骨格っていうものと生活のスケール、その関係性を一番伝えられるような今展示にしようとしています。タイトルとしているハニアスっていうのは日本神話に登場する土とか大地とか陶芸の神の名前なんですけれども、今回その古い母屋を支える増築部分は自分たちでこう土とか陶芸の釉薬の実験を通じて施工することを検討していまして、展示ではそういったマテリアルからそれがものになるまでの過程っていうのを展示する、いわばその工房のような空間を作りたいと思っています。展覧会って難しいですよね。本当に自分は何をやろうとしているのかが半分は分かりつつあるんだけど、まだ分かりきってないっていう時の面白さっていうのはすごいあると思うんですよね。それだからこそちょっと変なことを試みたり、なんかこう展示も一緒のこうなんだろう、プロセスの一環として、ものづくりの一環としてなんかうまく利用するみたいな。同世代としてグループ展やろうとしてる意義としては、相互にもうちょっと影響してもいいのかなと思って、展示の見せ方とか自体も。我々今35歳なんですよ、角番っていうかなので一番若い福留さん27歳で、そこでも多分すでになんかギャップみたいなものがあって、でも例えばじゃあ見てみて、ここからここを見てみたいな感じで一緒にこうなんか議論してどう思うみたいなことをちょっと話し合えると、このことにはなんかこういう言葉をつけるんだとか、なんかこういうなんか価値観があるんだっていうのをちょっとお互いこうコミュニケーション取れると、私としてはすごい嬉しいなというふうに思っています。何かこう一つ誰かが投げた球に対して誰かが解釈してまた何か球を投げてっていうのが引き継がれていくようなのがこの7組の中でぐるぐるぐるっと回っていくとなんか面白そうだなと思いましたね。皆さん結構素材を作ってる現場にもまたぜひ行きたいなと思いますし、なんかぜひ豊川にも遊びに来てください。布団10枚ぐらい並ぶんで合宿ぜひ魚さばけるんだ。やっぱり展覧会っていうのもなんとなく普通はこう会期の始まりがあって終わりがあって、それがもう手だけが展覧会で、なんかそうじゃないこう見方に今日はなってるというか、今の時代はなってるのかもしれないですけど、可能性の広がりはやっぱり見たいですね。ぜひそれを見せてください。お願いいたします。建築はこうできてしまうと、完成してしまうと、こうだったんじゃないかなとか、こうもありえたんじゃないかなとか、そういうことっていうのはある意味ゼロになってしまうわけですよね。一方でその建築が新しい世界を示したりとか、ものの見え方が与えられたりとか、なんかそういう可能性を提示する、これもやっぱり建築の一つの側面なんですけれども、なんかそういう可能性と厳然性の相矛盾するんではなくて表裏一体になったものが建築であるとすると、特に今年の7組の出展者というのはそういった具体的なものを通しながら可能性、まだ考えられてない可能性というのを広げていく、そういった建築の姿を見せてくれた、そういう出展者のラインナップに今年はなったと思います。